はい、こんにちは。今日はね、ハムディンガー、前編、やっていきたいと思います。はい、どーん。こんな感じで、一見普通の車なんだけど、ジェット噴射で水上を走れるような仕組みになってるので、これを使って陸地と水上を走りたい。ということで、行ってみましょう。まず、前回の ACV をベースにするんだけど、あいつは向こうの島に置いてきちゃったので、あっちの島に移動するのと同時に、今回使う資材を持っていきます。どうやって持っていくのかというと、じゃん！小型ジェット機。こいつに資材を積んでいくんだけど、使いたいロケットエンジンはすでにこいつの本体に積んであって、これに予備の燃料と、あと火力発電用のエンジンを積んでいきます。いざ。ダメか。こいつはほとんどギリギリ飛べるくらいのスペックしかないのも分かってるので、これはロケットエンジンをもう一個使わないとダメかな。いざ。まあこれやってる途中でマリンジェットの方が良かったのではとは思ったんだけど、よし。まあ一応目的はクリアしましたね。飛び散った残骸を片付けたり、さっき吹っ飛んだ電池を拾いに行ったりしてたんだけど、よし、浜辺を少し上がったこの辺りが適当な平地になってるので、ここを作業場所にしましょうかね。で、あとは ACV をあの場所まで移動させないといけないんだけど、残り少ない電池でいけるか？よいしょ。ちょっとパワーが足りないかな。先に充電するっていう手段もあったんだけど、こいつ重装甲で頑丈っていうメリットの代わりに燃費が悪いっていうデメリットがあって、そもそもこういう急な坂は苦手みたいですね。まあそういう実動データが取れたってことで、今回は人力との合わせ技で引き上げちゃいましょう。よし、とりあえず物は揃ったところで先に充電しておこうかな。はい、これで準備が整ったので実際に作っていきます。車体のベース部分は ACV の部品を流用はしてるんだけど、ほぼ新設計ですね。今回は4輪駆動で左右を切り替えれるような作りにします。ACV で実装してた機能のうち、バックギアを諦めて旋回性能を取る感じですね。ついでに言っておくと、機動性に関わる機能として他にやったことがあるのはスピード調整とかもあるんだけど、この辺は機能をモリモリにするとその分どこかでパワーロスしたり飛行が複雑になって壊れやすくなったりするんだよね。なので多機能にするか高効率にするかみたいなところは悩ましいところなんだけど、よし、ひとまずシャーシと車輪はこんなもんかな。装甲は主に木で作っていきます。ほどほどな強度は欲しいので
ほどほどな厚みにしとこうかな。ちなみに今回モチーフにしてるハムディンガはイギリス製の車両なんだけど、最近作ってる他のと違って軍用車ではなくて普通に乗用車ですね。レジャーだけじゃなくって被災地の救助活動も目的として作られたみたいで、軽く調べた感じだとレスキューに使われてるっぽい映像はあったし、実際に水害があった場所とかでは便利なんじゃないかなとかなんとか言ってるうちに見た目の大枠はできたかな。とはいえこれだけだと水に浮きそうにないな。後から調整するとして、とりあえずこの辺に草を追加しときましょうかね。よし、次は電気の配線を組んでいきましょうか。操作パネルは ACV のものを有用するとして、今回の目玉はロケットエンジン。本物は噴射口は1つみたいなんだけど、バランスと出力を考えて2つつけとこうかな。電池はボンネットのあたりに埋め込むような作りにします。で、最近仮組みの段階で電池を隙間なくくっつけちゃって、そのまま実稼働させたりしちゃってるんだけど、これ電池が隣同士で接触していると電流が悪くなる現象が確認されてるので、ちょっと隙間を空けといた方がいいですね。あとは車輪のモーターにも通電するように配線を追加して、ちゃんとバランスよく動いてますね。車輪はこれでいいでしょう。で、ロケットエンジンの起動の仕組みは車輪とは分けたいので、メインの電源系統とは別にサブのレバーで操作する仕組みにしてみますが、ちょっとね、実はこれ最初の設計をミスしてるんだよねまあ何をやりたかったのかというと、こうやって通電した状態で燃料が接触するようにすれば接触した時に噴射するかと思ったんだけど、なんか全然動かなくってこれね、接触だけじゃなくって接合しないとダメなんだよね。正直知らんかったもちろん接合すれば噴射するんだけど、この機構でそれをやると毎回部品が固まるので、おとなしく通電させる仕組みに変えると、これで動きますね。まあ片側だけしか動かしてなくって、配線をつなげれば両方動くんだけど、どのみち燃料も少ないし、ひとまずこれでいこうかな。よし、じゃあこの状態でいっぺん試運転いざ。ちょっと重くって沈みかけですねこれだと車輪で進めないな。一応ロケットエンジンを起動すると、一応動くんだけど、水に沈んでる分の抵抗が大きいせいか進みが悪いですね。はい、さっきの挙動を踏まえて微調整していきます。まずはタイヤに浮きを追加しとこうかな。胴体の下に詰めてた草も一回り大きいものに乾燥しときます。あと車高が高すぎるような感じがあったので、少し車高を下げましょうか。
これのせいでバランスが悪かったような手応えがあったんでね。あとは出力はもう少し上げた方が良さそうだったので、出力用の電池を1つ追加するのと、予備バッテリーも追加しときます。このついでに給電用の配線も外側に這わせて、ここから充電できるようにしときましょうかね。足回りと電源を変えたので、ひとまず確認すると、ちゃんと車輪は動くし、外側からの給電もちゃんと動いてます。よし。で、そもそもここに滞在してる理由としては、この前落としたロケットエンジンをまだ回収できてないんだよね。なので、こいつの実動試験として、あれを回収しに行ってみましょう。いざ。特に問題なく動いてますね。前回編み出したウィリー走法で水上を走ってる感じなんだけど、スピードは時速6キロくらいで、速いとはいかないまでも水上の乗り物としては及第点ですね。これタイヤをもっと高い位置にして車高を落とせば、もっと水面との接触が良くなってスピードが上がると思うんだけど、そうすると今度地上を走るときに地面を擦りやすくなるので、その辺の折り合いをつけるとこのくらいでちょうどいいんじゃないかな。で、多分この辺だと思うんだけど、ちょっと見つからないな。ソーラーパネルは欲しいので、ついでに集めとくとして、ちょっと荷物としてはでかいな。まあ、もうちょい先まで行ってみますか。さすがにこの辺だと思うんだけど、あったあった。そう、結構見晴らしはいいので、ちょっとした岩陰に隠れてるとは思ってたんだけど、よし、これでロケットエンジンを回収できました。ということで、ハムディンガー前編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ここ最近やってた水陸両用車の集大成というか、シュビムワーゲンよりも耐久性が上がって ACV よりも操作性が上がったようなバランス型の車両みたいな位置づけですね。で、この映像はロケットエンジンを回収した後、今回の作業場所に戻ってる途中なんだけど、ロケットエンジンを点火した時に、これよくある不安定な加速しかしなかったのと、しかもこれ映像を見て気づいたんだけど、最終的には2つ動かすつもりだったのを配線忘れてるんだよね。まあ今回は前編ってことで、もともと続きをやる予定だったので、次回で仕切り直しにします。で、ひとまず安定稼働できる車体にはなってるんだけど、実はね、本物のハムディンガはかっこいいギミックがついてるので、引き続きその機能を実装してみましょうか。ということで、次回はハムディンガー後編やっていきたいと思います。
はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。